皆さんこんにちは、主婦ドラゴンです。本日の動画は前回の続きで、まずキッチンを片付け、そこからピザを作り、一人で食べて満足して、夜遅く日本の友達と遠隔で桃鉄をするという、もうぐうたらな動画になっております。ぜひ見ていってください。ピザを作る前にまずは掃除なので、食洗機に全部ぶち込みました。そして石鹸で洗い、ここで登場 IKEA のワイパーですね。これめちゃくちゃ優秀で、このように泡を落としたり、すすぎの水洗いも簡単に落としてきれいにすることができます。これで台拭きとかも必要ないのでめちゃくちゃ便利で、毎日使ってるアイテムです。ピザ作りを始めます。コーンとこのピッツァソースを開封していきます。両方ともウォルマートで1ドル前後だったと思います。とっても安く手に入りました。で、缶切りがまたね、これ大変なんですよね、昔の方式で。で、ここから強力粉、破裂していたやつですねを買ってきたので、適当にテーブルで広げて手で伸ばしていきます。もちろん手はきれいに洗ってあります。ここで登場したのがピザ生地ですね。これは2、3週間前に友達とピザパーティーみたいな感じでピザを焼いた時に残っていたピザ生地を冷凍していたものです。冷凍しておくとまたこうやって使えるのがすごく便利だなと思いました。このピザ生地なんですが、基本的にどこのスーパーも冷蔵コーナーに発酵した状態で袋の中に入って売っています。で、1袋1ドル台から2ドルちょっと超えるぐらいまでかな。とっても安くて、この1袋のピザ生地で6、7枚ピザができると思います。ちっちゃめサイズかなとは思うんですけど、なのでめちゃくちゃ便利なので、たまに買って余ったピザ生地は冷凍して、食べたいなっていう時はもう冷蔵に半日放置しておくと溶けるので、そのまま使ってます。自分で強力粉にイースト菌などを入れて発酵させるよりも手間もかからないので、いつもこの生地を買っています。ピザ屋さんの生地を回すシーン、あれすごく憧れますよね。あのシーンをやりたくって何度か試してみたんですけど、必ず穴が開いてしまうので、このようにちっちゃくちっちゃく徐々に徐々に伸ばす方法にたどり着きました。で、前回2、3週間前に友達が来た時はピザこのようにできました。左がペパロニとベーコン、オリーブ、玉ねぎが入ってますね。これすごく美味しくって大成功でした。右のピザはトマト、ペパロニ、オリーブが入ってるのかな、ちょっと忘れてしまいましたけど、これもすごく美味しかったですね。なんとなく作っちゃえばもう多分何でも美味しいんだと思います。そしてこれが端っこにチーズを入れたんですよ、巻き込んで。そしたらチーズの量が足りなくって、もうネチョネチョした謎の生地になってしまったんですが、これはマッシュルームとトマトとペパロニと、あとなんだこの緑の、ピーマンですね。ピーマンが入ってました。前はオーブンで焼いていたんですが、オーブン加熱したりだとかする時間がとても面倒なのでフライパンで焼くことにしました。で、適当に破れてしまっても指で穴を埋めたりとか、もう適当にごまかしてしまえばいいので、とりあえずフライパンに引いたらこのトマトソースをたっぷり塗っていきます。ピザソースですね。で、ピザソースが塗り終わりましたら、次はオレガノをかけていきます。このオレガノの粉末を入れることによってすごく香りが引き立つようになりますね。そしてここにコーンを散らしていきます。コーンピッツァってイタリアにはないんでしたっけ？でもこのコーンの甘さがね、また美味しくてついつい入れてしまいますよね。で、そしてスーパーで買ってきたミックスチーズをたっぷり入れていきます。今回は自分だけがピザを食べるので自分の好きなように作っていますが、パートナーがいる時はパートナーの好みに合わせて作っています。これは引き戸式の換気扇です。引くと作動し始めます。そしてコンロに火をつけ、ピザを焼き始めます。火加減は強火で最初から最後までずっと焼いていきます。
最初から蓋をすると熱がこもって、窯みたいなような作用で焼き上げることができますね。前はオーブンで焼いていたんですが、オーブン先ほども言ったように加熱の時間だとか、あととっても部屋も暑くなるので扱いが面倒なんですよね。なのでこのフライパン1枚で手軽にパパッと焼けることを発見したので、ずっとこれで使ってます。焼き時間は10分ちょっとでした。焼き上がりの目安はチーズがグツグツしだしたらもう OK かなと思います。めちゃくちゃうまく焼けてると思ってテンションが上がってますね。もう焼き上がったと思うので、一旦蓋を開けて上にパセリをのせます。そして蓋を閉めてパセリを蒸らして完成。めちゃくちゃ美味しそうな音しますよね。でこの後さっき焼いていたコンロの上にこの木のまな板を置いてしまってまな板が焦げちゃいました。フライパンが空いたので次の生地をフライパンに乗せていきます。はい、失敗です。ちょっと調子乗りすぎて失敗しちゃいました。そして直していても途中で火が入ってきてもう諦めムードです。もうこの後は諦めてそのままピザソースを塗り始めました。端っこやばいですよね。しかももうかなり雑な作り。そしてこれも火にかけていきます。強火でずっと焼きます。先ほど焼き上がったピザを包丁でカットします。ピザカッターがないので包丁でカットしました。もう最高の仕上がりで大満足です。2枚目のピザはこんな仕上がりになりました。でも食べたらすごく美味しかったですよ。ピザ作りを始めて28分後にようやく食べることができます。胃薬でもあるコカ・コーラを開けて乾杯。ピザが焼き上がってから数分経っているのでちょっと生地がトロンとしてますが、薄くってカリカリしてチーズが伸びてジューシーで本当に最高でした。この後食べる動画がしばらく続くのでちょっと話をしたいと思います。6ヶ月前に初めてカナダに来てずっと専業主婦ということをしています。日本にいた時は18年間同じ会社に勤め、毎日仕事ばかりの日常を過ごしていました。仕事が趣味、仕事が生きている証なんだと思い込んで週に1日程度の休みをずっと続けてきて、気がついたら18年経っていました。いわゆる社畜というやつです。カナダに来る直前の最後の半年間は休みが1日もなく完全に燃え尽きて退社しました。そんな生活を18年間続けてきた僕が突然無職になり専業主婦になって日本から遠く離れたカナダへ移住したので、心と体のバランスが崩れて大変でした。突然生きがいだと思っていた仕事がなくなったことによってたくさんの時間ができました。人生とは、生きることとはと答えの出ないテーマをずっと考えてしまい、この6ヶ月間はずっと気分が落ち込んだり上がったりの繰り返しで空虚感に苛まれていました。その反面、仕事を辞めて初めて気がついた解放された心、今まで以上に長く感じる時間、今までは気がつかなかった植物や土の匂い、運動して汗をかくこと、友人やパートナーと過ごす楽しい時間、生きていることはこんなことなんだなぁと、生きていること、平和に生活できていることに感謝する機会が増えました。今のところ次に何をするかは決めていませんが、この YouTube を通して自分が生きた証を残したいなと思い動画投稿を続けていくつもりです。長々となりましたが、今の僕の心境を語ってみました。
先ほどちょっと失敗してしまったピザをこのくっつかないアルミホイルの上に置いて、明日のお昼ご飯用に準備をしておきます。明日はこれをフライパンの上に乗せて温めるだけで食べれます。明日のお昼の準備ができたので、食器類を食洗機に入れました。こちらに来た頃は食洗機をあまり信用していなくて、ずっと手で洗っていたんですが、食洗機を使い慣らすようになってから、もう食洗機なしの生活はありえなくなりました。めちゃくちゃ便利で時短になるので、毎回食洗機に頼っています。で、この食洗機設定を押してセットしたらすぐに閉めないと動かないんです。一日の終わりに必ずキッチン周りを掃除してから家事を終えることに決めています。この IKEA のワイパー本当にいいですよね。めちゃくちゃ綺麗になってます。で、最後にちっちゃな生ゴミをディスポーザーへ落としてスイッチを入れて綺麗にします。夜中の2時からオンラインプレイで日本の友達と桃鉄をやりました。結局3時間ほどやって最終的に僕が勝ち、かなりいい気分で終わりました。パートナーが帰省中なので思う存分楽しませてもらいました。ここまで動画を見てくださりありがとうございました。動画も長くてつまんないなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。